アンニョン、パクンです。日韓の間にはいつも日本人嫌い、韓国人嫌いという言葉が飛び交わいますよね。なぜニュースや SNS ではそのような内容が伸びるから。でも実は日本人をリスペクトする韓国人が山ほどいるんですよ。刺激的なニュースに溺れる現実がもどかしい。なら僕がお伝えします。偶然 SNS で見つけた日本人の生き方に感動している韓国人たちです。子供の名前、日本の街とか部活とか迷惑をかけない文化とかスターは店員さんに感動した韓国人たち。そんな5人の韓国人がそれぞれ出会った日本人の生き方に対するリスペクトをお伝えします。1人目、日本人の名前に感動した韓国人です。投稿内容を紹介します。日本のある高校で働いています。韓国もそうだと思いますが、最近の日本の子供たちの名前って本当に綺麗なんですよ。漢字も美しくて、響きも美しい。そんな名前を見ていると、この子たちはどれほど大切に思われて、どんな気持ちでご両親がこの名前を付けたのだろうと考えることがあります。こんなに愛おしい子供たちをちゃんと育てなければと思いました。きっと子供たちは自分の名前がどれほど大切で、どれほど美しいものかをまだ知らないのでしょう。だからこそ、この子たちが自分の名前のように自分自身を大切に思って生きてくれたらいいな。そんなことを考えた一日でした。この投稿は教育現場で日々子供と向き合う中で日本人の親の静かな愛を感じ取った瞬間の記録ですね。日本でも名前イコール親の祈りとして一文字一音に温かさ、それをリスペクトする韓国人教師の物語でした。2人目、日本の街に驚いた韓国人です。日本へ行くたびに感じるのは、街が驚くほど綺麗だということだ。背景には違法駐車を許さない仕組みがある。車高証明制度と厳格な取り締まり、罰金システムによって正しい駐車文化が形成され、都市の秩序維持にも効率的な収益が生まれている。韓国も先進国を目指すなら、違法駐車問題の解決が不可欠だ。人的、社会的コストを減らすためにも、車高証明制度の導入と罰金制度の強化こそが答えだと思う。この投稿では、日本の街で見つけた韓国と日本の制度と文化の違いに驚いています。経済発展を優先した韓国の昔には、多少雑でも仕方ないと見逃されてきた部分かもしれないです。でも、違法駐車の多さは、運転手の視野を奪い、子供や歩行者の飛び出し事故を増やしています。韓国も次の段階に進むためにそろそろ仕方ないではなく仕組みとして改善する時期に来ていると思いました。3人目。部活動にかける情熱にびっくりした韓国人です。日本で3週間過ごして印象に残ったのは学校の運動場がとても広く生徒たちが本当に熱心にスポーツをしていることだった。放課後や週末にも部活動で汗を流していた。最近韓国のスポーツは日本に完全に遅れをとっている。かつては体格や筋力で優位に立っていたが今では逆転されている。日本では誰でも気軽にスポーツを始められ、その中から競技を通じてオリンピックやプロの世界へ進む人も多い。一方、韓国では幼い頃から運動を始めた少数のエリートだけが競技の道へと進む。当然、体力も技術も差がつくのは当たり前だ。韓国の学校は全て入試中心の構造で、受験に関係ない体育や芸術が削られてしまう。結局、全国レベルの選手育成は税金を投入する特定の競技に限られ、それ以外では競争力を失っている。まさに試験の国家が抱えている寂しい現実だ。解説します。韓国ではですね、内需市場が小さいから、世界で戦って稼ぐためには学歴とか勉強ができる人がたくさん必要なんですね。その結果、勉強は生き残るための武器になって、受験に関係ない活動は贅沢とされてきました。ただ、人生の幸せってお金だけでは測れないんじゃないですか。日本のような趣味やスポーツから生まれる充実感もまた、心を豊かにする生きる力だと考えさせられます。
よもめなし、迷惑をかけない文化が羨ましい韓国人です。羨ましい日本文化10個。1つ目、大きな声を出さない。こそこそ話すように静かで落ち着いている。2つ目、少しでもぶつかったら謝る。自分が悪くなくても先にすいませんという。3番目、コンビニの食事が美味しい。おにぎり、弁当、サラダ、フルーツ、飲み物の種類が多く、特に緑茶が最高。4つ目、地下鉄や電車の振動が少ない。技術力のおかげで快適。5つ目、歩道や道路の段差がなく、バリアフリー。車椅子や障害者だけでなく、一般の人にも優しい。6つ目、街が清潔。ポイ捨てする人はいないし、ボランティアで掃除する人が多い。7個目、公共のバーではきちんと列を作る。8個目、アルバイトでも仕事に余裕がある。韓国なら一人でやる仕事を日本では3人でやる。9個目、文化財がよく保存されている。最後10個目、食べきれる量を注文でき、残す人が少ない。ご飯の量も大中小に分かれている。この投稿は日常に潜む日本人の秩序と配慮を端的にまとめていますね。ほとんどの項目に共通しているのは他人に迷惑をかけないという精神。皆で努力して集団の輪をきれいに保たつ。結果、自分に返ってくるというライフスタイル、考え方が好きな方には日本文化がきっと合うと思っています。5つ目、日本の思いやり文化に感動した韓国人です。少し前、名古屋の笹島スターバックスに行った。閉店は22時で、その時21時40分頃だった。もしかしてもう注文できないかと思いながら、そっと入り口のドアを開けて、キャッシャーに向かって腕で大きく×ですかとマークを作った。するとキャッシャーの若いスタッフがすぐに笑顔で両手で丸マークを作りながらどうぞお入りくださいとジェスチャーをしてくれた。その瞬間心がパッと温かくなった。閉店前で忙しいはずなのに嫌な顔一つもせずに店に戻ってコーヒーを頼み20分ほど静かに座っていた。その時間が本当に心地よかった。閉店間際になるとスタッフは出てくださいという言葉の代わりにこれ在庫に余ったケーキですが食べれるのに捨てるのが心苦しくてよければどうですかと優しく声をかけてくれた。閉店することを自然に気づかされるように、いつからかチェーン店で働く店員さんは忙しくて疲れていると感じていた。今回の経験で心が温かくなった。いろんなことを考えさせられた日本旅行の思い出だった。解説します。筆者は日本のマニュアルではない温かさに感動していますね。形式的な接客ではなく、人としての思いやりが自然に出るところ。韓国ではスピード、効率、提供されるものが重視される傾向がある一方、日本では一つ一つ丁寧にお客様と丁寧に向き合う傾向。全員がそうだとは言ってないですよ。傾向ですね。この違いが旅の最後に心をじんわり温めてくれたんでしょうね。はい。最後にですね、一番大事な話をしたいです。僕がこの動画で伝えたかったのは、日本は最高、韓国は最低、みたいな話ではないんです。韓国にも成長するために必要なスピードと効率があったと僕は思っています。もともと日本のように時間をかけてゆっくり成熟してきた国ではなかったと思ってるんですよね。だからこそ短期間で這い上がるために、早くとか強くとか結果を出すことが求められたのではないかと僕は推察しています。これは韓国に必要な韓国風のスタイルなのではないかと。でも、その速さの中で学生の青春と一生の趣味を作る部活文化だったりとか、社会の安全保障をこだつ法律、制度なども少しずつ削られていったっていうのが事実だと思っています。韓国はここにも目を向けておかないとなりません。今回紹介した韓国人たちはまさにそこに必要だった素敵な資産を体験して心の底から感動し、リスペクトしている。もちろんですね、韓国には日本が嫌いな人がいるっていうのは事実です。いないとは言わないです。でも、このように日本が好きな方とか、日本のことをリスペクトしている方、たくさんいるっていうのも僕は事実だと思っています。僕はですね、そういう韓国人の声をもっと届けたいと思っています。そして、日本が好きな韓国人、韓国が好きな日本人、お互いがもっと繋がれる、そんな橋のような存在になりたいです。皆さんはこの韓国人、好印象だったみたいなエピソードありますか？あればぜひ教えてください。本日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、以上、パクでした。アンニョン。